密生立つようになったっていうのも当然関係してはいるんですけど、US のヴィンテージを意識してっていうか家にある服ほとんど US のヴィンテージなんですけど着ていまして、例えばなんですけど、その中でも僕ミリタリーをもう強く意識して着ることを心がけてて、今日だったらもうシャツ以外上のもの靴からもう全部 US ミリタリーで、年代で言えば40年代60年代全部そうですね、50年以上前の服を着ていて、自分が服を買ったり、あるいは服がその他のいわゆる文化芸術、例えば絵を描くことだったり、音楽をすることだったり、そういったものと比べて明らかに面白いなって思ってるポイントが、その服の暴力性っていうか、服がどんだけ他人が影響を受けたくなくても他人に影響を与えてしまうっていうポイントが一番面白いなと思ってて、例えば服以外今美術だったら最初に、1940年代それで美術家同士で戦ってたとこもあったんですけど、その美術館の中に入んないと別に絵って届けられなくねみたいな。画家がどれだけ社会のことを考えてこの絵を人に届けたいと思っても、それを届けるもう手段が限られちゃってるから、今美術館に来る人って結局もう、ブルジョワジャンっていうか、もうかなり知的水準も、あとは給与の水準も高い人だから、そういう人たちに伝えても社会変わんないよねみたいなことだったり、だから音楽で言えば結局どれだけいい曲書いたところで売れないっていうようなことはもう本当にめちゃくちゃ好きだからこそ知ってはいるんで、そういう点で服着て電車に乗るだけで人に影響を与えてるっていうか、自分が何か服のそのことに対して意識しなくても人に影響を与えられるっていう、それが服の一番面白いポイントだなと思ってて、そういう意味でミリタリーってすごい面白い歴史を特に古着の中で持ってて、ユースカルチャーで古着をとかミリタリーを他人への強さの孤児みたいな文脈とは全然別の文脈で初めて来たのが、僕の知る限り、60年代後半から70年代のヒッピームーブメントの時なんですね。あの時なんで反戦とは自由とはラブ&ピースを掲げるヒッピーがミリタリーっていう真逆の衣装を着たのかっていうことについてなんですけど、彼らはミリタリー服っていうものを自分たちのものにしようとしたんですよ。要は長髪でだらしなくて裸のやつら、もう大麻決めててみたいな、そういうやつらが、そんな適当なやつらがもう規律が強くて、でいかにも男社会でっていう真逆の表彰を奪い取ろうとした。なんでそれしたのかって言ったら、結局ミリタリーってスーツの原型になってたり、トレンチコートの原型になってたり、僕らが思う服のほとんどの原型になってるんですよね。例えば T シャツを1枚で着ること自体ミリタリー発祥だったり、もうありえないぐらい服の文化に影響を与えてて、そんなかっこいいものだけどそういう強いものみたいな印象があっちゃうっていうのを、みんなが服着ていけば変わるんですよね。それ暴力性のせいでめちゃくちゃ汚いやつだったり、めちゃくちゃおしゃれなやつだったりっていうのが本物の軍物着て、軍人とは全然違う方向で服を装べば装うほど、それは自分たちのユニフォームになるかもしれないし、自分たちの服になるかもしれないっていう、今まである文脈を自分たちのものにできたり、あるいは別のところに移し替えたりっていうようなことができるのが服のすごい面白いところだなっていうふうに思ってて、だからさっき言ったカルチャーベースでみたいな服のセレクトしてるっていうのもまさにそうなんですけど、全然そのカルチャーにのっとってそのカルチャーの通り服着るって、それ結局コスプレなんですよ。それ全然興味なくて、むしろのっとっていってほしいなっていう、それを東京原宿流だったり、あるいはその人のライフスタイルに合わせた自己流でも何でもいいんですけど、自分たちのものにアップデートしていってほしいなっていう。で、そういうことを言ってる古着屋の一応店長なんで、じゃあ自分も US ミリタリーアップデートしていかなきゃねっていうので意図してめちゃくちゃ着てますね。大学で専攻してるのが哲学人類学っていうジャンルなんですけど、哲学って言って皆さんが想像するのにどっちかと近いような大陸哲学って言われる、分かりやすいところで言うとニーチェ、フーコー、サルトルみたいなあっち側の哲学をずっと好きで、勉強会とかも先輩にもケツ叩かれながら一緒にやってとかっていう感じでやってたんですけど、そこで自分がもう日本語翻訳されてる著作は全部読んだって言えるような哲学者が一人いまして、それがピエール・ルジャンドルっていう哲学者なんですけど、思想を話すと本当にもう動画が何十本もみたいな話に当然なっちゃうので、すごくかいつまんで言うと、彼のすごい面白いところが、法律っていうものは西洋におけるテクストのバージョンであるっていうことを言ったんですね。それをちょっとこれでも分かりづらいんで
言うと、こう人間の社会っていうか人間のコミュニケーションっていうものには準拠っていうものが必要だっていうふうに彼は言うんですね。準拠って何かっていうと、行動の根拠になるもののことを言うんですけど、で法律っていうものは一般的にそういうものだっていうふうに語られがちで、人間は法律がなきゃダメだみたいな感じで言われたりするんですけど、ピエール・ジェンダルはそれを西洋のバージョンであるっていうふうに言ったんですね。つまりアフリカにおいてはダンスがあるだろうし、別の場所においては民族においては別の何かのバージョンがあるだろうしっていうようなものがあって、でそれでこう考えられるのが、服ももともとはそのテクスト足りうるものだったんじゃないかなっていうふうにすごい考えるんですね。で仮に服がテクストであるとするならば、服で行われるコミュニケーションだったり、あるいは服自身、その人が着てる服が準拠になるものだったりっていうのは書き換えが可能なはずなんですよね。法っていうものが裁判所でその意見審査が出たりだとか、あるいは新しい法を作ったりだとかっていう点で書き換えが可能なように、服もそうであるはずなんですよ。じゃあどうやって書き換えていくんだろうってなった時に、今ってもう服のそのイメージっていうものが、雑誌だったり、あるいはこうインスタグラムだったりっていうようなものでどんどん固定化されて固着している、服と持ってるイメージがどんどん固定化されちゃってるっていう現状があって、書き換えがどんどん難しくなっていってる部分があるんですね。あるいはその書き換えたとしても、デブナ・バザリアがそのベトモンで MA1 出して、でこうすごい一時期2018とかですかね、あれ着てた時期とかもあったんですけど、あの時に MA1 着てたのって結局流行りが変わっただけなんですよね。書き換えられているようで、そうやって流行のアイテムが変わっただけで別にやってること何も変わってない。そこでミリタリー、さっき言ったようなこうミリタリー着ることの意味がどういうふうに変容していくのかっていうことも考えた時に結構難しいですよね。で自分の中でその服がさっき面白いって言ってた暴力性っていうのは、例えばですけど、デブナ・バザリアがさっき話で言ったように、その流行らせたのって結局、2000年代のチャブズって言われるようなイギリスのフーリガンの光景、さらにもっとサッチャー政権以降きつくなった若者たちの服をかっこよく演出することを彼は意識してやっていたはずなんですけど、でそうであった時にそれをこうお金を持ってる人だったり、あるいは服が好きな人だったり、あるいはかっこいいなと思った人だったりっていうのが最初ベトモンの服を着て、でその後ベトモンがめちゃくちゃ流行ったことによって他のブランドがそれを真似して同じようなオーバーサイズのものが出たり、あるいは古着もそうだと思うんですけどっていう風にこうどんどんみんながオーバーサイズを着た時に、デブナって多分一つの目標を達成することができてて、それが何かっていうと、別に自分の服を通して思想を伝えたいみたいなことではなくて、そのオーバーサイズの服が流行ったっていう点になると思うんですよね。それを彼が意図してやってたんだとすれば、そのボディコンシャスなシルエットっていうものからそっちにずらすことができたんですよ。それが要は何がどう重要なのかっていうと、結局その体型だったり、あるいはルッキズムだったりっていうようなところから若干自由にできたっていうことなんですね。それを結局モードのデザイナーってたまにその文脈の書き換えっていうのをやってのけるなっていうふうにすごい思ってて、古着も全然そうであっていいと思うし、あるいはそれって本来もっと狭い単位でいいんですよ。こう全世界に広がるようなでかいムーブメントじゃなくても、東京のちっちゃいシーンでもそれがかっこいいよねっつってみんなが着ればそれが流行ってってことって本当全然ありえるわけで、現にそのモッツの時代に生きてなかった僕らがモッツコートって呼んだり、あるいはモッツファッションに憧れたりみたいな、グランジもそうじゃないですか、グランジファッションに憧れたりみたいな、全然今の時代と全く関係ないのにその頃の服かっこよくねっつって真似してきてるわけですから、そういう感じでもうちっちゃい塊でもそういうことできるのになって思ったりするんですよね。っていう意味で服の価値を逆にめちゃくちゃ高く感じるからこそ、そのテクスト法と並ぶものってぐらい元来はそうであったっていう風に感じてるからこそ、服でそういうことを考えちゃうっていう癖がどうしてもついてしまったっていう意味でつながってますかね。